インチャンネル、はい、始まりましたけれども、これはもう最高の回、待望ですよ。年に1回ぐらい来る、はい、この厚切り牛タン絆さん、はい、おなじみですね、はい、これ見えてるかな。定期的に絆さんが、はい、うちの牛タン食べてよって言ってくれる。そうね、ちょっと乗っかるだけで、そう乗っかるだけで食べてくれって言って、はい、でこのいつも美味しいのを食べさせていただきながら、本日は好きな漫画を語ろう。いいね、いいよね、いいじゃん。もちろん格闘漫画でやらせていただきます。わかりました。はい、格闘漫画ね。はい、自分が好きな一番好きでいいかな。わかりました。はい、格闘漫画を語りながら、この厚切り牛タンを絆さんのいただく一番幸せな回です。最高だね。誰も怪我もしない。いや、ちょっとでも楽しみだな。2人が何の漫画をあげるのか。まあ僕はもうバレてる。バレてるね。もう焼きながらいきますか。焼きましょう。この分厚さ見てください。本当よ。これ通販で買えますからね、これがすごいのよ、マジで。通過目なんで、このボリュームはむちゃくちゃあるのに柔らかくてね。さあ、どうしよう。いや、俺からいきましょうかね。いいよ。そうしましょうか。はい、僕はやっぱ世代的に何なんだマジで。北斗の拳なんです。嘘、やばい。世代的には多分もうちょっと上なんだけれども、俺らが子供の時に再放送とかでやってたのね。再放送なのかな。幼稚園ぐらいの時じゃない。でもあと漫画で読んだりとかして、読んでで北斗の拳。いいですか、いただきます。もうさっき食べてください。僕らもう食べ慣れすぎる。そうやね。いただきます。食べてから言ったらよかった。もう誰も俺の北斗の拳の話聞きないんだから。俺も言う気ないし。いただきます。柔らか。この柔らかさがやばいっすよね。こんだけ厚切りやのに。そうなんだよね。うまくなってますね。めちゃくちゃ美味しい。なんかうまくなってません？うまくなってる。ね。いや、美味しい。で、北斗の拳よ。なんかね、エピソードというか、なんか好きなキャラクター。いや、まず子供の時とか動画で見て、もうやっぱ雲の十座に憧れて、かっこいいよね。初めて現れたところ、女性たちがでっかい風呂に使ってるとこ、ヤッハーみたいな感じで上から落ちてきて、ジャバーンってなって、わーわーみたいな楽しんでる時に、子供の時にこの人になりたいってなって、だからなんと系好きやね。なんと白露剣のシューとか、目が見えへん。大好き。なんと水長剣とか。そうレイはね。レイもめっちゃかっこいいじゃないですか。その爪が剥がれて最後ね、バってね、時にやってもらうとか、キャラがもうみんないいから、元祖かもしれないけど、そんなことないのかな。何をもって元祖というかわかんないけど、なんかでもすごいコアな戦う系とか系ではコアだよね。そう、もうサウザーとか出てきた時とかもたまらんかったし、サウザーの秘密ね。逆の。そうそうですよね。飛行が全部逆なんだよね。でがないっていうね。がない。でもやっぱ北斗の拳は終わりもすごい良くて、最後ね、バットがさ成長して、そうでまたちゃう島あるんかいみたいになったじゃないですか。修羅編ね。修羅のなってなって、すみません、ちょっと長いんですけど、まあこういうので僕は北斗の拳にやっぱ幼少期ハマったなっていう。北斗の拳、いや、いいよ。北斗の拳動画になっちゃうとこですよ。危ないよ。危なかった。先生が俺以上に余裕で詳しかったっていう。そうですよ。本当に好きだもん。その技はいちいちそこまで覚えてない。技名はね、多分全部わかる。で僕もうごめん、笑っちゃった。何ですかって聞いていいのかなっていう。分かってるけど、みんなも気になるとこだと思いますけど。まあ一旦ここはもうバギっていう言わないとそうだろうってなっちゃいますよね。僕あまり聞かん。はい。今日先生ちょっとめっちゃマジ超かっこいいのこれ。男立ちなんですよ。花山薫ね。これ売れるで。今日プレゼントして。いや、そう。ありがとうございます。ちょっとパンクラスとホームゲームとバギとスリータイズタトゥー、まあ4コラボでかっこいい T シャツ。
それはどこでバキにハマったの最初？僕は中2ぐらいの時、中1ぐらいの時に、家に帰ったらカタカナのバキがあったんですよ。グラップラーバキ終わって、バキ、第2部の2巻があったんですよ。兄貴が誰かに借りてきたみたいな。第2部って死刑周辺か。そうです、で2巻か3巻があって何これって読んだわけですよ。あ、そっからだったんだ。そうだからストーリーとキャラも何も分かんないわけ。絵もなんかちょっと独特なタッチ。そうやんね。中2の俺からしたら、そんでいきなりもうバキとスペックがやり合うわけですよ。スペック初登場シーンでバキをボコボコにするの。だからもう俺からしたらもうわけわかんないんだよ。まあそうやね。なんかすごい引き込まれちゃって、何この漫画って1巻読まなきゃってなるんですけど、それ兄貴に聞いたら、いやこれ実質2巻じゃねえから44巻だからどういうことっつって、そのグラップラーバキっていうのが一部であって、それが42巻まであって、それで始まったバキのこれは2巻だから、これ2巻じゃないじゃない、そっから読まなきゃダメだって言われて、1から俺はもうお金ないじゃないですか。ないよね。でブックオフが集めるとこ決めたわけですよ。だから母親にも買い物とか行ったらブックオフによってグラップラーバキがあったらもう何巻でもいいから買ってきてくれっつって何巻でもいいからだから自分でそれ集まるまで読まないすげえ。で俺も25巻買ったら母親に25巻買いましたっつってだからもうチェックしてるわけですよ。で42巻揃ってるパーって読んで、そっからバキ行ってで、そうですね、ハンマーバキってバキの方行って今だにずっと見てますけど、止まんないですよこんな話だし。その時には格闘技には別に興味はなかった。なんとなく格闘技は兄弟で見てたみたいな。僕格闘技にドハマりしたのも同じような時期だったから、格闘技は先だったと思いますけど、余計バキにはなんかハマったかな。絵も最初からもう受け入れられた。受け入れられたですね。なんか衝撃でしたね。何この筋肉の描写。あ、そう確かにすごいもんね。その板垣先生もさ、本当に武術とかさ格闘技研究されててさ、実際にその武術家の先生とお会いして取材してみたいな。取材もされてましたもんね。お会いしてます。確かに僕もそうだよ。そうですよね。俺会ってますから。ああ、そうですよね。そうだ。一番好きなシーンとか聞いてみてもいいですか？あ、確かに。自分的に有名じゃなくてもめちゃくちゃあるんだけど、パンダさんが思うベストバウトなんですかって聞かれると、よく答えるのはオロチ勝みたい花山、オロチ勝みたい花山薫、地下闘技場の中で行われたんですけど、あれはね、もう武道界の天才と暴力の天才、あれはたまんなかったです。めっちゃよかった。で最後マッハ好きで、そうですけど花山が背中を向けて、これですよこれ、男立ちで受けるバーって受け切って、決着するんですよ。立ったまま気を失って、で実況が、ついに花山薫が背を向けて決着って言って、そしたら弟子の木崎、付き人の木崎が、バカ野郎背を向けたわけじゃねえ、男立ちで受けたんだよみたいなそれも含めて最高でしたね。全部含めて、まあ負けちゃったんですけど、男を上げて終わったっていう。花山が好きなのっていうわけでもない。花山が好きっすね。好きなんだね。みんな好きなんですけど、花山は好きっすね。中学生とかの時にそういう多感な時期に花山薫に会ってたら道外してそんな影響力がそうやんな。あいつについてくっていう。玉捧げますっていう感じになってたでしょうね。ごめんなさい、またバキ動画になっちゃう。これもしかして動画3本になっちゃってでもありじゃない？なんか動画3本はわけわからないです。3本はまあさすがにマジわけわからない。さすがにずっと牛タン食って。いやでも熱いものがあるからね。僕も全然満足してないですけど、まあね、尺考えてそろそろやめて先生の聞きます。そうしましょう。僕はまあ2人が出した漫画もちろんめちゃくちゃ好きだし、あれなんですけど、やっぱドラゴンボール。ああ、そりゃそうだよね。やっぱこれはね、もうみんなそうじゃない？まあみんなそうじゃないですか。水曜7時ね。水曜7時。もうなんか帰ってたもんな。テレビにかじりついてかじりついて今日は水曜やっていう、もう絶対に次の日ついてかないかったもんね。見ないと。ドラゴンボールってその子供時代のさ、話もすごい好きです。そうですね。なんか GT も好きだったな。
あ、本当。 GT も全部見てたんだ。ドラゴンボールスーパーも見たし。めっちゃ詳しいやん。いや僕オタクっすね。クイズの出し合いっことかずっとしてましたもん、大人になってからも。わかる本当に結構なんだろう、亀仙流のさ、極意みたいなことをさ、うん亀仙人が話すシーンがあるじゃない、幼少期の悟空とクリリンに、そういうのもなんかすごい武道家としてのこう生き方っていうか、何のために武道をやるかみたいな。そうそういうのもすごい影響を受けたし、はい、なんかその修行に対するこの向き合い方っていうか、こう悟空って修行を辛いものと捉えてないわけよ。もうね、その強くなるために、ワクワクするために、どんどんワクワクするぞっていうそう、なんかそういうそのマインドっていうか、その悟空の姿勢っていうか、そういうのがすごく自分には影響を与えたなって思う。悟空かっこいいんですよね。悟空の成長物語でもあるっていうか、なんていうかそうだね。セル戦の時なんて、すごい立派なお父さんだってご飯にさ、ここまでよく頑張って悟空が尻拭うんだよ。尻拭いするんだよ。で最後ね、そう半透明になってね、一緒にカメ親子カメハメハね。いいわー。やばいよね。バーダックも好きなんだよな。かっこよくない？もう僕は素人だけどナメック星とか出てきた。白い鉢巻きが途中でね、ロドリアにやられたトーマの血でね、悔しくて握ったこのもうクリリンとかの話してくれよ。ナメック星ぐらいね、緩くしてくれよ。もうそれでね、じゃあ聞いて。はい、聞かせていただきます。勝率 0% のところ宇宙でね、フリーザ宇宙空間でね、この指一本で終わっちゃうんですよ。これだけで終わっちゃうんだけどね。あれはね、かっこよかったですよ。かっこよかったよ。つってね、笑いながら死んでいくんですよね。あの時どう思いました？そこまでいや、ほんまにすいません、ベジータとかもうそこら辺でやってるので、深いところで最近のさ、そのブロリーのさ映画あったじゃん。ああ、見ました見ました。最高じゃなかった？バトルシーンとかもめちゃくちゃ良かったのよ。ちょっと見てください。それは本当にかっこいいから。俺3回見に行ったもん、劇場。それはびっくりされるわ。もう何回も見たくてさ。なるほど。それでも先生、そこからちょっとこうやっぱ武術の方向に行き始めてたのもあったかもしれないですか。そう、だからちっちゃい時にもともとブルース・リーも好きだったし、で北斗の拳もさ、ブルース・リーの影響をめちゃくちゃ受けてるじゃん。北斗のケンシロウと、あとマッドマックスのメル・ギブソン、全部そっち系俺すごい好きで、でもちろんドラゴンボールの影響もあって、もう強さへの憧れがこうどんどん生まれたんだよね。僕もバキの話大好きですけど、ドラゴンボールだけはもうフラットに見れない。初めてその夢中になった作品だから、もう超えることはない。そうだよね。思い入れとしてね。やっぱりこうどっちが上とかじゃなくて、ずーっと心の中にいるもんね。悟空がいるのよ。ドラゴンボールからなんか一つ学んだのは、遅れた方がかっこいいって、多分ドラゴンボールが流行らせたんじゃないかなって。遅れてピッコロが遅れて登場して、フリーザ元を出せば分かる、そこら辺は分かりますよ。それは分かりますよ。フリーザが出てて、いつもなのよ。ベジータとナッパが来た時もすごいピンチになって悟空が降りてくるわけですよ。そうだね。海王様。確かに。全部そう。かっこいいってなる。でその後ナメック星行くじゃん。でギニュー特戦隊に出てくるクリリンとご飯がね、ここが最初だった。ご飯なんか首の骨も折られてね、リトム蹴りでね。それで丸い宇宙船が出てくるカプセルコーポレーションがナメック星で戦闘力ゴミじゃねえかあいつって言われたら一瞬でリクーム倒してバータ倒して、これでね、これで登場する男のかっこよさってあそこから学んだんじゃないかな。でその後フリーザがあるわけでしょ。リズム戦うじゃん。でそこで全員ピンチの中まずピッコロ来るわけですよ。デールと融合して、それも遅れてきてる。待たせたなって言ってますから。もう待たせたなって言ってんだからもう遅れてるの知ってる。もう待たせてる前提でそんでその時にフリーザが怒るわけですよ。また携帯変えて強くなってもう手つけなくなったら悟空が来るわけですよ。そうだ。で悟空がまたフリーザを倒すと、もうそのシステムは多いんですよ。確かに。ご飯だってね、そのスーパーご飯、アルティメットご飯ね、遅れてきた。遅れてきた。だからやっぱその中を子供の幼少期見てるからやっぱ合コンでも遅れてた方がいい。合コンで遅れてきたがるやつはドラゴンボール見てる。俺はもうそうだから。
ピッコロ悟空ご飯への憧れで遅刻してんだからちょっとねで待たせたら誰も待ってないっていうそこまで遅れてたねいいわ、そうか、確かにそうかも無ね。意識で教育されてますからああ、もう刷り込まれてるね。遅れた方が遅れた方がかっこいい。男は遅れた方がかっこいいね。あれ鳥山先生です始めたのすいません何次ちょっとドラゴンボール会にしてください2人の対談マジわけわかんないマジで椅子座ってな本棚のところを用意するから階段俺らの階段だけど2人が好きなところをいや、ドラゴンボールとバキとかさいや語れる、全然語れる。これもし見ていただいて、好評というかゲストがあればねもうちょっと聞きたいっていうのがあればだったらバキもう泣いたトップ3ととかか、もう全然もうドラゴンボールでもいいしね。全本動画撮れますよ取れるのよ。初めてみんなが牛タン焼くのやめてる確かに語りすぎ減ってんのよ腹減減ってんのに腹減ってんだよ。食べたいんだよ。そう食べたいんだけどね。だから俺も芸人1年目の時にはドラゴンボール軍団みたいな吉本にあるやんミスターサタンやらないからサタンだけやんずらさサタンもかっこいいよ。いやかっこいいのかっこいいんやるけど最後ね本当にお前が救世主かもなっつって元気だもんね。でジータがですね今だいけるぞっつってでジータが避難するわけですもうダメだなんかさ CM でさそのミスターサタンああ見たことある見たあれよかったよ。なんか大人になってからそのサタンの良さが分かったみたいな CM があるの。泣けるのよサタンがそうそでも最後は結局いいやつよ最初はねそうまあだからその心の弱さもあったりするんだけどこう頑張ってねこれ鳥山先生のファンブック持ってるんですよああその時になんかいろんな読者からの質問みたいなのがあってミスター・サタンは現実世界どれぐらい強いんですかって質問があってどうでしょうねボブ・サップより弱いぐらいです弱いんだと思ってそうなんだそう鳥山先生がそう言ってたんです面白いなそれボブ・サップより弱いってことはその世界でも最強じゃねえじゃんって思いましたけど全然チャ弱いよンピオンじゃないじゃんと思いましたけどダメだほんまにサタンで落として終わろうとしてんのに弱いサタンから広げてまあだから先生が広げてまあまあもうこれ本当終われないから終わんないんですよちょっとこれまた好評ならばマジでやってくださいこれならやりましょうやりたいはい全然いくらでも話せますほんまにいくらで話すんだ2人本で当に話せるバキでもいけるしバキでもいける俺もいける両方いけるし両方いけるまあちょっとこのまあ今回はそうだまあ厚木牛タン絆さんで食べながら一番大好きな漫画を語ろうっていう最高の回最高の回はいだから皆さんねはいこれぜひ食べていただきながらお家の人とかお友達と好きな漫画について漫画限定で限定格闘漫画とかねまあそういうでコメント欄でね皆さん好きな格闘漫画とかも言ってもらって言ってもらってもいいですねこれ語ってくれるのがあればねそんな網羅してるわけじゃないいやだいぶ網羅してると思うよぜひまたはいさあ今回は好きな格闘漫画の回でしたはいありがとうございましたご視聴ありがとうございましたこっち側こう開くのでここに